皆さんこんにちは、ゆりこです。今日はね、ちょっと久しぶりにまた家の中でポッドキャストを撮っています。っていうのもね、今日私ちょっとあんま体調良くなくて、ちょっと外出る元気ないんですけど、でも、そう今日は動画を撮る日だったので、可能な範囲で動画を撮ろうと思って今カメラを回しています。でね、ちょっとね元気がなさすぎたので机のね周りだけでもちょっと華やかな雰囲気にしようと思って今こうやってお花を置いています。そしてもんち、にゃんにゃん、はい、もんちも登場したいみたいですもんちもおいで、もんちも来れば、もんちも来る、ちょっと待って、にゃんにゃんもさ、ほら、ピヨーン、はい、ピヨーン、これ熱いから気をつけて。もんち探検中かわいい。はい、ということでね、ちょっとポッドキャストに移りたいんですけど、今日のポッドキャストのテーマは、ズバリね、津波についてです。最近ね、フォロワーさんから2人くらいかな、もんち降りたい？ここ使って降りてね。最近フォロワーさん2人くらいから、鎌倉がね、鎌倉がちょうどこう、ニュースになっている、海外の動画を送ってもらったんですね。多分その動画リンクに貼っておくので、気になる方は見てもらうといいかなって思うんですけど、その内容をね見たんですけど、鎌倉はね海があります。なので地震が来ると津波の被害をね受ける可能性があります。一応ねその動画の中で言っていたし、私も実際に調べてみたんですけど、鎌倉市が発表している情報によると、鎌倉は地震が発生すると、もちろんその地震の大きさによります。すごく大きいものが来た場合、一番多分深刻なケースの場合にはだいたい8分で津波が来るというふうに言われています。実際に2011年に起こった東日本大震災では、津波被害によって死者が1万5,000人、そして行方不明者が4,200人、出てしまいました。そしてね、津波の高さも、福島県で9メートル、それから宮城県の石巻市で8メートルが記録されました。でね、住宅被害については、宮城県では8万3,000棟が全壊、すべて壊れてしまいました。そして15万5,000軒が、半壊、半分ぐらい壊れてしまいましたと。それ22万軒が一部損壊、一部が壊れてしまいましたっていうことになりました。東日本大震災の時に実はなんでそんなに大きな被害が出てしまったかというと、実は津波の規模を過小に見て、かなり少なくね、津波がそんなに来ないんじゃないかってみんなが思ったので、避難をしなかった人がいました。そしてね、過去の経験から大したことがないと判断したり、実はね、津波予報の初期の予想の高さが実際に来た津波の高さより低かったので、危機感を抱かなかったという声がありました。それからね、避難経路にね、渋滞とか崖崩れがあったりして、避難が遅れたり避難ができなかったりしたケースもあったそうです。あとはね、情報伝達の遅延っていうところで言うと、行政からの情報伝達が遅れたり、更新情報がなかったりして避難の遅れにつながったというふうにも言われていました。っていう、私たちは教訓を持ってるんですけど、人生で今まで一度も経験したことがないし、想像もできないから、日常生活の中で津波を意識することっていうのはほとんどないんですけど、もしもね、皆さんが鎌倉に来た時には、どんな風な対処すればいいのかっていうところを
皆さんにお伝えしたいなって思っています。ということでね、今日はちょっと皆さんに、地震の時にどういう対応をしたらいいのか、あとは鎌倉みたいな、海、あと金沢とかもそうですよね。鎌倉とか金沢とか、その海に面しているところに皆さんがいる場合に地震が起こった時にどういう対処をすればいいのかっていうところをお話ししていきたいと思います。はい。で、まずね、地震が起きた時には、よく机の下に隠れてくださいっていうふうに言われるんですけど、そもそもね、大前提として、避難経路をね、まずは確保することが大事だと思います。もちろん、机の下に隠れるのも大事なんだけど、例えば私がこの今家の中にいるとしたら、真っ先に窓を開けると思います。その理由は、地震がね来て、すごいあまりの大きな地震に例えばドアが歪んでしまって出られなくなってしまうとか、あとはオートロックのね玄関になっているので、玄関を開けないと出られないっていうことはありますよね。なのでまず一番皆さんにやってほしいことはドアを開けること。そしてドアを開けたら机の下に避難しましょう。この家は電球とかがないので何かね上から落ちてくることっていうのはないんですけど、落ちてくるとしたらキャットタワーくらいなんですけど、あとエアコンかな。何かね上から落ちてきたら大変なので机のね下に避難しましょう。で、揺れが収まるまで机の下に避難します。なので部屋の中で気をつけたいのはドアを開けること。そして部屋の外で気をつけたいこととしては、部屋の外には机とかないですよね。なので、周りにね崩れてきそうなものがないかっていうところに注意した方がいいかなって思います。ちょっとね、例えばブロック塀だったりとかガラスだったり瓦っていうのが落ちてきちゃう可能性もあるので、あとはね切れた電線とかも、あるかもしれないので、ちょっと周りをね確認する必要があるかなって思います。そして次にやるべきことは、もう津波警報とかがアナウンスされる前にとにかく避難することです。これはもちろん地震の大きさによると思います。どれぐらいのね地震の大きさかによると思うんだけど、すごいもうこれ大きいなって思ったら逃げるべきだと思います。で、皆さん観光客の方って多分 どれが大きいのかとか分かんないと思うんですけど、やっぱ周りの人が逃げてたら迷わず逃げてください。じゃあどこに逃げればいいかっていうと、鎌倉はねその全てが海なわけではないんですね。南に面しているところだけが海なので、地図を見てもらって、多分 Google マップは機内モードで、電波がない時でもマップが見れるはずなので、それを見てもらって、そう山に囲まれているのね。鎌倉は海と山に囲まれているので、自分の一番近い方の山の方に向かってもらえれば、まず間違った方向ではないと思います。はい。で、ちょっと話が戻っちゃうんだけど、災害時にやっぱり怖いのは、通信ですよね。電波通信の問題なんだけど、実は調べてみたら、2011年にですね発生した東日本で、実は被災地で携帯電話がね、つながらないから安否が取れない、情報収集ができないっていった、問題が起こったので、そこから、各通信事業者が独自の取り組みとして公衆無線 LAN サービスを開放することがありました。で、これを機に災害が発生した時には公衆無線 LAN サービスを開放しましょうっていうね取り組みが行われて、携帯電話事業者間の垣根を越えて利用できる災害統一用 SSID 00000 Japan っていうものが制定されました。パスワードは必要がないので、通信障害が発生した時はこの Wi-Fi を使うことができるかなって思います。ただね、実際に災害がやっぱり起きてみないとつながるのかつながらないのかっていうのがわからないので、一概には安心できないんですけど、ただこういうものもあるんだっていうことを覚えておくことは大事なのかなって思います。
そして、話は戻るんですけど、すぐに逃げましょう。で、鎌倉にはいろんなところに、どこに避難するべきかっていうマークが実はあります。主にね、電柱とかに貼ってあるかなって思うので、こういったマークを見て避難するようにしてください。なので基本的には、マップを見て山の方に向かいましょう。そしたら多分歩いてる間に電柱にね、標識が見つかると思うので、それを見て歩き続けてください。でね、津波は実は1回だけじゃなくて、1回来た後に1回戻るんですね。そしてまた来るっていう感じで、しかもどんどん大きくなってしまうんですね。津波がね、1回来たからといって安心せずに、とにかくね、高くて安全なところに逃げるようにしましょう。発表を待たずに避難っていう話をしたんですけど、津波には実は3つのレベルがあるんですね。その気象庁と呼ばれる場所で地震が発生した時には、地震のね、規模だったりとか位置を素早く特定し、それらをもとに沿岸で予想される津波の高さを求め、地震が発生してから約3分を目標に、大津波警報、津波警報、津波注意報の3つの津波予報を発表します。で、津波注意報、一番軽いものは1メートルくらいで、海の中でだったら、結構人は速い流れに巻き込まれてしまったりとか、養殖いかだが流出したり、小型船舶が転覆したりします。で、津波警報は、だいたい1メートルから3メートルと言われているんですが、標高のね、低いところでは津波が襲い、浸水被害が発生します。人は津波による流れに巻き込まれますっていうふうに言われています。そしてね、大津波警報なんですが、これは3メートルから10メートルですね。巨大家屋が全壊流出し、人は津波による流れに巻き込まれますと言われています。そう、東日本大震災の時には福島県とかでは9メートルくらいの津波が来たので、かなりね、高い津波かなって思います。正直ね、それ以上のものっていうのは本当に多分ちょっと私たちでは想像できないというかね、今生きてる人は知らないじゃないかなって思います。で、とにかくね、どのレベルの高さであれ避難所に行くことが必要です。で、結構話してきたんだけど、私はじゃあもし鎌倉にいる時に津波というか大きな地震があったらどうするかなってちょっと考えてみたんだけど、私にとってね、一番大事なものは門地なんだよね。もちろん家族は鎌倉にいるし、みんなは大丈夫だって思う、実家のね、近くには山があるから大丈夫なんだけど、私は海の近くに住んでるし、門地はね、自分で逃げることができないから、私が守ってあげないと、本当に死んじゃうと思うんだよね。なので、門地をどうするかっていうところがやっぱり一番の問題だなって思ってます。で、一番怖いのは自分が外出している時、その家にいたら絶対に門地をね連れて、まずは、高いところに避難するんだけど、もしもね自分がいなかった時に、地震が来ちゃったらどうしようかなっていうのはすごく怖いです。はい。そしてね、実は避難所についても調べてみたんだけど、実は2011年のその東日本大震災の時には多くの犬とね、猫が亡くなったと言われています。というのも、避難所は基本的には動物は連れていけないので、家にね置いていかなければいけなかったと言われています。またはね、自家用車、車がある人は車の中でね生活をする人もいたようです。でもね、やっぱり動物は家族だから一緒に連れていけないっていうのは本当に悲しいよね。どうやらね、今は少しずつその同行、一緒に避難するべきっていう風な考え方にはなってるみたいなんだけど、それでもそうは言うものの、実際にはね
ちょっとペットはお断りみたいな雰囲気があるのかなって思ったりもしています。ちょっとね、私の場合はやっぱり実家が鎌倉にあるから少し安心感はあるんだけど、もしね自分がツアー中に、皆さんが私と一緒にいたら絶対にねこっちに逃げるべきっていうふうにお伝えできると思うんですけど、確かに海外の方が、いきなり日本に来て何これってなってる時に津波警報とかね避難しなきゃいけないっていう状況になったら、結構ねびっくりしちゃうのかなって思うので、それでも多分日本人はみんな優しいと思うから、皆さんが困っていたら絶対に助けてくれると思うんですけど、ただねその地震が起きた時にどういう行動をすべきっていうのはちょっとね知っておいてもいいのかなって思ったので、今日は動画を作りました。私もね体調があんまり良くないので元気がないのと、トピック自体もねちょっとシリアスなのでつまらなかったかもしれないんですけど、今日の動画はいかがでしたか？はい、もちろん津波もね地震も来ないのが一番なんだけど、もしも来ちゃったらっていうところはね皆さんにぜひ知っておいてほしいところでした。ということでね、本日も私の動画を最後まで見ていただいてありがとうございました。またねポッドキャストで取り上げてほしいトピックがあったらぜひねコメント欄で教えていただけたらと思います。それじゃあね言葉が喋れない。それではねまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。